どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは革命軍ドラゴンです。前半はドラゴンサンダーバード説。後半はこちらの動画の続き、ドラゴン日の傷の男説です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話を読んでいない人やコミック化の人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか？行きましょう。まず革命軍ドラゴンの能力は昔から風の能力だと予想されています。僕も過去にそのように考察してきました。ドラゴンが初登場した100話では突風を巻き起こしていましたし、ドラゴンが現れたゴア王国でも風が強いと言われていたからです。そんなドラゴンについて今年1月、Twitter でドラゴンは風に吹かれているときいつも同じ方向を向いており、それはいつも同じ方向を向いているサウスバードに似ていることから、ドラゴンはゾーン系の悪魔の実、トリトリの実の能力者なのかもしれないとも考えました。そこでネットでも同じ考えの人がいないか検索してみると、どうやらネット掲示板でドラゴンサンダーバード説を考察している人がいました。その理由はドラゴンの顔のタトゥーがインディアンのようなトライバルタトゥーだからサンダーバード。サンダーバードとはインディアンたちに伝わる神獣。それは風、嵐、雨を司り雷を発する鳥だと言います。これはシンプルな考察ですが、この可能性は確かにあり得そうだと感じました。そこで今回はこのドラゴンサンダーバード説の可能性を考えてみたいです。ただし悪魔の実の考察は誰であってもなかなか当たるものじゃありません。生温かい目で見守ってください。まずはじめに考えたいのは、ドラゴンにインディアン要素があるのかです。ワンピースでインディアンといえば月の民シャンディアたちでしょう。シャンディアたちの村にはサンダーバードのトーテムポールがありましたが、ドラゴンと月の民シャンディアには今のところ接点はありません。そこで別の視点から考えましょう。ワンピースのモチーフは実際の大航海時代だと思われます。この時代インディアンたちはヨーロッパの人々に支配され、土地を奪われ植民地にされていました。これは天竜人に反逆するドラゴンの思想とリンクしていそう。次に最終章の構造を考えましょう。以前から言ってるように最終章はワノ国編とつながるでしょう。その最終章には9人の神の騎士団が登場しました。となると神の騎士団がもしも9人なら、それは赤鞘9人男と表裏一体か。赤鞘9人男の敵は雷を放つ青龍のカイドウでした。つまり神の騎士団の敵革命家ドラゴンも雷を放つ。頑固親父の竜カイドウと頑固親父の竜ドラゴン。ちなみに赤鞘9人男の主君は竜の桃之助でしたから、神の騎士団の主君イム様は桃之助と表裏一体。つまりイム様はこちらで考えたように竜または蛇のようなキャラクターでしょうか。さらに桃之助の桃はアジアでは不老不死のアイテムですから、イム様はやはり不老不死の存在か。とにかくドラゴンはカイドウと表裏一体の可能性。カイドウは世界政府に戦争を仕掛けようとしていました。革命軍ドラゴンもまさに今世界政府に宣戦布告しました。またドラゴンがもしも雷を操れるなら、息子のルフィともつながります。ルフィは5656ゴムゴム。絶縁体のゴムであるルフィは雷をつかめる雷小僧。それならばルフィの父親ドラゴンは5656ゴロゴロの雷サンダーバードか。5656ゴロゴロはゴッドエネルだけでなくドラゴンにも対応する雷の語呂合わせ。ドラゴンが100話で初登場した時もゴロ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 ピシャー。この100話でのドラゴンの登場はサンダーバードの伝説に似ています。ある時大きな災害が起きた。大量の雨が降り続き食料もなくなり、多くの人々が命を落とした。そこで部族は祈りを捧げ助けを求めた。その時天から現れたのがサンダーバードだった。突然大きな音が轟き、空には稲妻が走った。今まで見たこともないほど大きな鳥が彼らの前に現れた。その目は火のような輝きをしていた。これがインディアンたちに伝わるサンダーバードの伝説。この伝説のポイントは、サンダーバードは人々を飢餓から救ったという点です。革命軍はゴア王国やルルシア王国など圧政や貧困に苦しむ人々を救っています。次にジャッジについても考えましょう。3年前こちらの
ルフィとサンジ表裏一体説では、ルフィとサンジが表裏一体なら、ルフィの父親ドラゴンとサンジの父親ジャッジも表裏一体であると考えました。ルフィの父親ドラゴンは世界最悪の犯罪者、革命軍。サンジの父親ジャッジは戦争やジェルマ66。そんなジェルマ66とは、おそらくドイツで遊ばれていた66というトランプゲームが由来であると考えます。一方、ドラゴンの顔に刻まれているタトゥーはダイヤの3であり、これもトランプゲーム大富豪または大貧民にある革命というルールを連想できます。革命が起きると最弱だった3のカードは強さがひっくり返って最強クラスのカードになります。つまりドラゴンとジャッジには戦争とトランプつながりがあります。そんなジャッジの異名は会長ガルーダ。しかも電撃を使います。ジャッジのイメージは雷の鳥です。それならばドラゴンはサンダーバードなのか。さらにこちらの動画で革命軍 RA とは太陽神ラーと繋がったと考えました。息子のルフィは太陽の神ニカ。それはサンダー。それならば父親ドラゴンも太陽神ラーと繋がるサンダー。ドラゴンの顔のタトゥーもダイヤのサンダー。ドラゴンがもしもサンダーバードなら、ルフィとドラゴンは太陽と雷で繋がります。以上がドラゴン、鳥鳥の実、幻獣種、サンダーバード説の可能性です。続いてはこちらの動画に引き続き、ドラゴン、火の傷の男説をさらに深く考えましょう。火の傷の男について僕は青生地だろうと考えました。しかしこの考察は外れ。青生地は俺かなと冗談を言い、バスコショットには笑われました。そこで次に考えたのがドラゴンです。火の傷の男はドラゴンか。1081話で火の傷の男は渦で船を沈めると語られました。この渦とは普通に考えると渦潮の渦ですが、もしも火の傷の男がドラゴンで、ドラゴンが風の能力、もしくはサンダーバードなら、クロコダイルのサーブルスのように台風を巻き起こして渦で船を沈められるでしょう。そんな渦といえば1012話です。1012話のタイトルは渦。1012話の扉絵には電磁力を生み出せるキッドが鉄の鳥を作っています。サンダーバード。この鉄の鳥の体には81と書いてある。1081話、それは火の傷の男とつながる。そんな火の傷の男の話が初めて語られたのは1056話クロスギルド。それは先ほどのキッドから語られました。さらに1056話のタイトルクロスギルドとは、バギー、クロコダイル、ミホーク3人の海賊たちが結成したチームですが、これはもしかするとドラゴン、イワンコフ、クマ3人で結成された革命軍もある意味でクロスギルド。クロスギルドとはクロスギルド。クロスギルド。真っ黒なフードをかぶった革命軍モンキー D ドラゴンはクロスギル D。そんな火の傷の男は最後の赤い石、ロードポーネグリフを持っていると言います。火の傷の男は赤い石を持っている。つまり赤い石を持っている。石イコール石。赤い石とは日本では政治的な表現で革命の石という意味です。革命の石、赤い石を火の傷の男は持っている。またドラゴンのタトゥーは明らかにダイヤの3ですが、このトランプのマークは15世紀の後半フランスで発明されました。しかしその時代の呼び名は、ハートは心臓、クローバーは三つ葉、スペードは槍、そしてダイヤは敷石です。石。赤い石イコールダイヤ。そして火の傷の男が語られた1056話の反転話数を再び考えましょう。1056話をひっくり返すと651話、新世界からの声。ここでルフィはビッグマムと会話をしています。この時ビッグマムはルフィに、誰だい？モンキー D。1056話は火の傷の男がわからない。その反転話数651話で、誰だいモンキー D。火の傷の男はモンキー D ドラゴン。以上です。今回は革命軍ドラゴンにまつわるあらゆる可能性を考えてみました。それでは最後に3年前に考えた僕の神考察を3年ぶりに聞いてください。革命軍ドラゴンと
魚人フィッシャータイガー、そして太陽の紋章を受け継ぐコアラのつながり、こちらです。ちなみに余談ですが、聖地マリージョアでその昔奴隷だったハンコックや魚人を解放したのは、タイの魚人、タイのお頭はフィッシャータイガーですが、フィッシャータイガーはタイの魚人なのに名前を日本語に直すと、魚と虎になり、合わせるとシャチになります。日本でシャチといえば、名古屋城の金のシャチホコです。そして名古屋といえば、中日ドラゴンズ。ドラゴンズのマスコットといえば、コアラのような風貌のドアラ。ですね。さらにハックは89。それはハック、野球と読めます。つまりフィッシャータイガーは名古屋のシャチホコ。元奴隷で革命軍のコアラはドアラ。魚人のハックは野球。という名前の連想ゲームによって、名古屋の中日ドラゴンズ、要するに革命軍ドラゴンのチームに所属するという隠れたネーミングのお遊びがあるようです。はい。革命軍イコールドラゴンズ。なぜ革命軍ドラゴンに野球のイメージを持たせたのか。それはもちろん野球のグラウンドがダイヤモンド。そして中日ドラゴンズの応援歌は燃えよドラゴンズ、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズと。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。